しじゃ不気味度を魅力じゃ。今回はセガサターンのクロックワークナイトデパルッチョの福袋をプレイしていくのじゃよ。上下巻がセットになっているこのタイトル、前回は上巻のステージにまでをプレイしたので、今回はその続きじゃ。一気に上巻のエンディングを目指すのじゃよ。このステージ3はキッチンが舞台ということで、ただでさえ滑り気味の操作がさらに滑りやすくなる。ツルツルなのじゃ。この付近の部分は滑らないのじゃよ。前回同様、基本的には隠しゴールがあるステージは隠しゴール狙いで進めるのでよろしくな。軽量機をジャンプ台にしてここのパイプに入っていくのじゃ。このゲーム屈指のムカつく敵キャラがこのクマさんじゃ。壺に隠れている間はダメージが与えられないのと、この微妙なスピードの飛び道具が厄介なのじゃ。こんな感じで思わぬダメージを食らってしまうので、見つけたら確実に倒すことをおすすめする。おお、危ない。危うく落ちるところだった。ここの隠しルートを通ると体力ゲージが増える金の虹があるので、これは確実に手に入れておきたい。ここがプルンチョの言っていたガスコンロじゃな。クマさんを確実に倒しながら進むのじゃ。この石鹸の上に乗っていくのがダメージも受けずに敵も倒せて一石二鳥じゃな。あそこは落ちる石鹸の上からギリギリでジャンプすればバンナットアイテムが取れるのじゃが、ちょっとその度胸はないのじゃ。というわけでステージ3のエリア1はクリアじゃ。相変わらずここのボールボーナスが取れないのじゃよ。この流しの水を抜くと楽ができるというのが隠しボールのヒントになっているわけじゃな。あとは水に濡れるとダメージを受けるとあるが、割と判定がゆるゆるで全身が水に覆われない限りはノーダメージなんじゃよ。水に落ちても即死にならないのはありがたいな。先ほどルポンが言っていた水道の上で飛び跳ねている敵というのが奥に見えるやつじゃな。
ちょっと見づらかったが、奥から手前に来たので倒せたのじゃ。水道が破壊されて、ここに新たなルートができたのじゃよ。我ながら水に落ちまくりでひどいな。ここも奥の敵キャラが水道を操作しているのが見えるな。ここから奥に行けるのじゃ。水道を操作している敵を手前に引きつけてから倒すことで、また新たなルートが開けるのじゃ。ダッシュジャンプがうまくいかないのじゃ。我ながら自分のダメさ加減にイライラするのじゃよ。ふう、やっと登れたのじゃ。流しの水が抜けて隠しゴールに入れるようになったのじゃ。すべてのステージに共通でエリア2を隠しゴールでクリアするとボスステージに回復用のネジを置いてくれるのじゃが、難易度がハードだともらえないのじゃ。難易度ごとにこういったキャラのコメントが全部違っていて、とても細かく丁寧に作られていることがわかるのじゃよ。どこかで見たようなデザインのボスじゃな。このボスとの戦い方はステージ1のエリア1のボスと同じ感じじゃ。ちょっと使い回し感はあるのじゃが、きっといろいろ事情があったのじゃ。焦らずにしっかり避けながら攻撃を当てていけば楽勝じゃ。
テージ4は屋根裏部屋じゃな。いよいよ上巻最後のステージじゃ。やはり4ステージというのは短いな。ここはこのバネを持っていると敵を倒せて便利なのじゃ。このいかにも怪しい場所はバネを使うことで隠しルートへ行ける。こういうのはスーパーマリオとかで散々経験したので気配でわかるんじゃよ。アイテム取り放題なのじゃ。これもスーパーマリオで見たことがあるな。いかにも爆弾という感じの敵キャラは爆発に巻き込まれないように気をつけるのじゃ。うまく誘導するとアイテムも取れるが、まあ無理はしないことじゃな。横スクロールアクションゲームのこういうギミックのほとんどはスーパーマリオから生まれていると思うのじゃが、あのゲームは本当に偉大じゃな。ダッシュやジャンプなどの操作も含めていわゆるアクションゲームの文法だと思うのじゃ。同じ文法で作られたゲームはプレイヤーにとっても分かりやすくてすぐに馴染める。RPG やシューティングでも同様じゃが、そういう文法を作り上げたゲームには素直に敬意を表するのじゃよ。やはりクマはムカつくのじゃよ。というわけでエリア1はクリアじゃ。そしてエリア2じゃが、ルポンの言う通りバートとオプテルとを見失いがちなのがポイントじゃ。いつもの箱に入ってはとしていくのじゃが、
似たような背景が続くので、違いをちゃんと覚えておきたい。今回は隠しルートを目指すので、右の突き当たりから2つ目の箱に入ると良いのじゃ。ここが分かりにくいのじゃが、天井に鍵が隠されている。取るためにはこの爆弾の敵をぶつけないといけないので、先に全部倒してしまわないように注意じゃ。そして鍵を持って左側に行くと、それらしい扉がある。手前に鍵があるので、それを使えばいいと思わせつつ、奥にもう一つ扉があるという罠なんじゃよ。というわけで、隠しゴールでステージ4のエリアにもクリアじゃ。ジンジャーも応援してくれているのじゃ。ライバルと言いつつ、結構いいやつなのじゃ。ステージ4のボスはアイアンコング。ここのヒントは覚えておくと良いのじゃ。まずは前哨戦じゃ。敵がジャンプして着地するたびに床がずれていく。うまく誘導して特定の床にのみ着地させるのじゃ。ここからが本番じゃ。外れた頭の部品を X と書かれた本体の部分にぶつけることでダメージを与えられる。パーツを回転させたりぶつけたりしてくるので、確実に避けることを優先しながら攻撃じゃ。ある程度ダメージを与えると本体のみで体当たりしてくるが、これも事前にコースがわかるので焦らず回避して攻撃じゃな。おう、見事倒したのじゃよ。しかもボスの本体の中にはさらわれたチェルシーがいたのじゃ。だがもちろんこれで終わりではない。上巻のラスボスの登場じゃ。このラスボスは
直接ダメージを与えることができないので、ちょっと工夫が必要じゃ。アームを伸ばして攻撃してくるので、このアームにまずダメージを与える。そうすると、なぜか自分の弱点である本体で攻撃してくる。鉛筆立てをうまく押したり引いたりして、本体の落下地点に誘導することでダメージが与えられるのじゃ。なんか今、ボスの画面部分にどこかで見たような顔が出てきたな。確かあれは、行方不明になっているトンガラの祖父のような気がするのじゃ。よし、ついに倒したのじゃよ。Big clap your hand and smile when you don't know how. Tell the kids are sleeping off, cause they won't hear us struggle on a drum. チェルシーも無事に助けたのじゃ。Everyone, hurry,カーテンコールも終わって、これで上巻は終了じゃ。さて、実は福袋版の上巻はこれでエンディングも終わりで、いわゆるスタッフロールがない。上巻単独の場合は、このようにソルティアが歌うエンディング曲とスタッフロールが入るのじゃ。とても良いエンディングだと思うのじゃが、福袋版は上巻、下巻ともにこのエンディングが丸々カットされてしまって悲しいのじゃ。まあ、歌についてはきっといろいろ権利の問題があって使えなかったのじゃろうと思う。なので今回はあえて編集で追加してみたのじゃ。
全体的に非常に丁寧に作られていて好感が持てるのじゃが、やはり4ステージというのは短く感じてしまうな。本作のプロデューサーを務めた大場則義氏は、ザ・スーパーシノビシリーズやベアナックルシリーズなどの名作を手掛けた後、本作のプロデューサーに就任した。開発が難航していた本作に対して、おもちゃの騎士という方向性や上下間に分けるなどの英断を行い、チームを立て直している。後の桜大戦でも開発中止寸前まで行っていたのを見事立て直すなど、ゲームの核となるものを見極め、チームを導くといった類まれなる調整役としての能力を持っている逸材じゃ。おもちゃたちが動き出すというモチーフだとトイストーリーで有名じゃが、実はクロックワークナイトの方が1年近く前に発売されているなど、世界に通用するエンターテイメントに対して先見の明もあったと思うのじゃよ。おもちゃの騎士をドン・キホーテと見立てて、さらに名前を香辛料でまとめるなどのセンスも良い。押村区はサターン立ち上げ初期を支えたセガファンが求める路線ではなかったことかの。多分最初はセガのアーケードタイトルをガンガン移植した方が良かったのかもしれない。しかし、日本国内ではなく世界を、そしてマニアだけではなく幅広い年齢層をターゲットにした志の高さをわしは評価したい。もしかしたらトイストーリー並みのメジャータイトルになっていた可能性もあったと思うのじゃ。よく言われることじゃが、本当にセガはいつも時代に早すぎるのじゃよ。せっかく助けたチェルシーもなぜか目覚めない。そして行方不明のトンガラの祖父はどうなったのか。謎を残したまま下巻に続くのじゃよ。次回は下巻をプレイしていくのじゃ。では次回もよろしくな。